こんにちは。今日はですね、新しい薬を見つける方法をもう根っこから変えちゃうかもしれない、そんな画期的な AI、タンクバインドについて見ていきたいと思います。さて、じゃあそもそも新しい薬ってどうやって発見されるんでしょうか。これ実は科学の世界でもものすごく複雑なパズルを解くような話なんですよね。例えるなら、まるで特定の鍵でしか開かないたった一つの縄文を見つけるようなものなんです。この縄文っていうのが僕たちの体の中で病気の原因になっているタンパク質で、鍵がそのタンパク質の働きをピタッと止めてくれる薬の分子ということですね。でもこれが本当に大変で、何十億っていうもう天文学的な数の候補の中からたった1個の正しい縄文にぴったり合う鍵をたった一つだけ見つけ出す。これって想像するだけでもめちゃくちゃ大変で、ものすごいお金と時間がかかるわけです。これまで何年も科学者の人たちはパワフルなコンピューターシミュレーションを使ってきたんですけど、実はそこには結構大きな弱点があったんです。これが今までのやり方の大きな壁だったんですよね。どういうことかというと、薬がくっつく場所、つまり鍵穴の正確な位置を前もって知ってないとシミュレーションができなかったんです。これって答えを見つけるために答えの一部を先に知ってなきゃいけないみたいな、ちょっと変な話ですよね。特に新しい病気の原因になるタンパク質なんかだと、その鍵穴がどこにあるかなんて全然わからないわけですから。まさにそこで登場するのが今回紹介するタンクバインドです。テンセントの AI ラボが開発したこの新しい AI がこのゲームのルールをガラッと変えることになるんです。タンクバインドのすごいところは、この錠前、つまり薬がくっつく場所をわざわざ教えてあげる必要がないってことなんです。ブラインドドッキングっていう、いわば目隠しされた状態からでもタンパク質全体をスキャンして自分で最適な場所を見つけ出せる、そういう賢さを持ってるんですね。しかもタンクビンドが本当に画期的なのはこれだけじゃないんです。薬がどこにくっつくのかだけじゃなくて、どれくらい強くくっつくのかまで同時に予測できちゃう。これってつまり場所と効果の強さ両方を一気に評価できるってことで、まさに一石二鳥のすごいツールなんですよ。じゃあどうしてそんなことが可能になったんでしょうか。その秘密は実はすごくシンプルで、しかもエレガントなんです。なんと基本的な幾何学を使ってるんですよ。タンクビンドはですね、原子と原子が 3D 空間でどういう位置関係にあるのかを僕らが学校で習った三角関数、あれを使って理解するんです。この幾何学的なアプローチのおかげで物理的にありえない組み合わせを最初からバッサリ切り捨てられる。だからこそすごく正確で現実に近い予測ができるってわけですね。さて、じゃあ実際にどれくらいすごいのかテストの結果を見ていきましょう。この数字がまた本当にすごいんですよ。これ見てください。今までの方法と比べると、どのテストでもタンクバインドの精度がもう明らかに上がってるのがわかりますよね。例えば既存の薬の再ドッキング精度は 16% アップ、自己ドッキングでも 22% アップと全体的に性能が向上しています。でも本当に注目すべきはここです。全く新しい未知のタンパク質に対する精度がなんと 42% も向上したんです。42% ですよ。これって今まで治療法がなかった新しい病気に対する薬を見つけるっていう点でとんでもない大ジャンプ、もう革命的な進歩と言ってもいいくらいです。じゃあこのタンクビンドの登場でこれからの医療ってどうなっていくんでしょうか。実際の研究の現場ではいろんなツールがそれぞれ得意な分野で活躍しますよね。例えば物理ベースのオートドック V ナは候補の最終検証に強いですし、リフドックはたくさんの可能性を探るのに向いています。その中でタンクバインドは最初のふるい分け、つまりスクリーニングの段階でものすごい威力を発揮するんです。何百万っていう候補の中から有望なものを素早く正確に見つけ出す最高の初期スクリーニングツールになるわけですね。つまりこの最初のステップが早く、そして賢くなることで新薬開発のプロセス全体がもう劇的にスピードアップするんです。よく言われる欲しさの山から針を探すっていう作業がありますけど、その欲しさの山を AI がざーっとスキャンして針はこの辺りにありそうですよって教えてくれるような、そんなイメージですね。結局今日お伝えしたかった一番大事なことは、タンクバインドみたいなツールがこれまでとは比べ物にならないスピードで命を救う薬を設計できる未来への扉を開いたっていうことなんです。
これだけパワフルな AI が味方についてくれるなら、僕たちが次に挑むべき病気って一体何だと思いますか？可能性は本当に無限大ですよね。